Designer Hub。前回はアジアの国際秩序である冊封体制とヨーロッパの国際秩序であるウェストファリア体制について話してきたんですけれども、今回は幕末の日本について話していこうと思います。で、軽くおさらいなんですけれども、開思想っていう中華を中心にした思想のもと、冊封体制という秩序で回っていたアジアに対してウェストファリア体制っていうその主権国家ですよね。でその主権国家がそれぞれの主権というものが守られた国家っていうものが、領土と国民を持った国家っていうものがあって、でそれを国際法とか勢力均衡という力学のもと全然別の秩序っていうのがヨーロッパにありましたよねと。でこのウェストファリア体制っていうものを携えたその世界観の中で生きるヨーロッパ諸国っていうのがアジアに向けてこう利権を求めて接近してくるのがこの19世紀に起きた世界の動きとしてありましたと。でこれはもちろん武力も OK なんですよね。でここで大事なのが開思想を中心にしているアジアもそうですし、ウェストファリア体制の中で生きているヨーロッパもそうですけれども、お互いなんか自分たちの方がすごいと思ってるんですよ。でそんな中冊封体制からちょっと距離を置いてた野蛮な島国、日本ですよね。彼らがどう立ち回ったのかっていう話です。でこれ幕末から話すんですけれども、ペリーがやってきて、大変なことになるわけですよね。意見がめちゃくちゃ割れるんですけど、どうにかなってまた意見が割れてみたいなことが繰り返されるわけです。ここから、柳の時代まで話していくんですけどね。でなんかこの緊迫感みたいな、辺境オブ辺境のこの日本の中でめちゃくちゃ文明が進んだ西洋諸国が来ちゃうっていうこの緊迫感と、毎回こうどうにかして対応していくわけですけれども、このなんか連続性みたいな、息をつく暇がないわけで、この幕末から柳の生まれる1889年までずーって全部つながって出来事が起きていくんですけれども、この連続性みたいなのをすごい体感してほしいなという目的でここから話していきます。なので、幕末ね好きな人も多いと思うんですけど、詳しいこととかすごい省きます。流れを把握してほしいっていうのが目的です。でまずなんですけれども、やっぱペリー来航からですね。幕末神奈川のその浦賀っていうとこにペリーですね、アメリカ合衆国のペリーという人が4つの軍艦、黒船です、4つの軍艦を引き連れてやってきます。で貿易したいから港開けてほしいっていう風に、当時鎖国体制を敷いていた江戸幕府に対して開国を迫るわけです。でめっちゃビビるんですよ江戸幕府。で来年に返事しますとか言ってなんとか追い返すんですね、1回目。なんですけど、なんでアメリカがこの日本に来たかっていう話ですね。当時その中国との、清ですね、との貿易をめぐってヨーロッパ諸国、ヨーロッパの中で利権争いがあったんですよ。でアメリカってその他のヨーロッパ諸国とすごい離れた場所にあるじゃないですか。でアメリカは太平洋に面しているので、太平洋を通って日本に来ることができますよね。日本というかその中国、アジアに来ることができますよね。一方でヨーロッパ諸国はスエズ運河の方とか、アフリカのこの南の方とかを通って東回りで来なきゃいけない、来てたんですよね。っていうのがありますと、ヨーロッパ諸国と別のルートでアメリカは中国に接近したかった。でそのためには日本っていうのはすごいいい場所にあるんですよね。アジアの玄関口みたいな場所ですよね。でここで物資とか食料とかを補給するその基地ですよね、が欲しかったっていうのがあります。アジアの拠点として日本という場所が注目度がすごい上がってたって話ですね。でこの時中国のその貿易の利権を取り合ってたわけですけれども、これが何でなのかという話ですね。アヘン戦争がこのペリーが来る13年前に起きてます。1840年にアヘン戦争が起きましたと。そうなんですね。アヘン戦争触れたっけ、モリス？触れたけど、後かと思ってたもん、勝手に。結構前なんですよ。でこのアヘン戦争についてもちょっと軽く触れとくんですけれども、当時その中国でしか生産されてなかったそのお茶ですね、がイングランドでめちゃくちゃ流行るわけですよ。イギリス紳士といえば紅茶みたいなイメージがありますけど、これも昔は中国でしか生産されてなかったわけですよね。でこれがその産業革命の時にすごく流行るんですよね。お茶組があってなんか、砂糖を入れたらカフェインと糖分でめっちゃ長く働けるぜみたいなやつがあったと思うんですけど、それでイングランド国内で需要が爆上がりするんですよね。でその結果イングランドのそのお金っていうのはどんどんシーンに流れていってしまうんですよ。すごい困るんですよね。
でどうにかしてイングランドのものを中国に売りつけてやりたいっていうふうにイングランドの人は考えるんですけど、中国ってすごい豊かな土地なんで大抵のものはもう揃うんですよ、自給自足で、だから別にイングランドの小さい島国からもらいたいものが別にないみたいなことになるんですよね、でどうするかっていうと、そのアヘンを送ってやろうと。麻薬ですよね。強いですね。そうアヘンを送って中毒にさせればいっぱい売れるじゃんみたいな、とんでもない考え方なんですけど、それを送りますと。でしかもそれ麻薬だから公式のその取引では送れないから密輸するんですよ、結果アヘン中毒者が清の中でめちゃくちゃ増えるんですよね、で清はたまったもんじゃないから、イングランドに対してアヘン輸出するのやめてくんないって言うんですよね、けど密輸なんでイングランド政府はいや俺ら関係ないから知らないよって白を切るんですよ。いい作戦ですね。そうじゃあ関係ないなら、このアヘン処分しても文句言わないよねって言った清はアヘンを燃やしちゃうんですよね、でイングランドはそれにブチギレて何やってんだよぶっ飛ばすぞって言って戦争を仕掛けるっていう。すごいご都合主義ですね。これがねでも帝国主義であり、ウェストファリア体制なんですよね、で結果冊封体制の中でもう本当に一番のめちゃくちゃ大きな国だった、清がイングランドにボコボコに負けるんですよ、しかもなんか役付けにされてボコボコにされるみたいな結構その残酷なさ、仕打ちを受けるわけですよね、でこれを、日本って鎖国してたけどもオランダと中国とは貿易をしてたわけですよ、だからオランダを通じていろいろその情報が入ってくるんですね、海外の、それで江戸幕府はこういうのを聞いてたので、やばくねみたいな、清がボコボコに負けたらしい、次は僕たちの番かもしれないみたいな感じで焦り始めるんですよね、でその13年後にペリーが来てやべえ来ちゃったっていうのがこの話。そうなんだ。理解でですよ、江戸幕府の人たちはめちゃくちゃ焦るんですよね、徳川家ですよね、でもうこの時ちょっとその幕府側の体制もちょっとボロボロになっていて、このもう国家の存亡がかかっている一大臣に対して、そのリーダーシップを取って解決していこうみたいな力がもう江戸幕府にはなかったんですよ当時、っていうのがあったので、その各大名とか朝廷とか京都の貴族たちに意見を求めますと、でその各藩主だったりとかその藩に所属する藩士たちですよね、これ幕末志士って言われてこう活躍していくわけですけれども、とか朝廷のその公家の勢力とかがみんなじゃあどうしていけばいいのかみたいなことを考え始めるっていうのがこの幕末の始まりですね、大政奉還とかこの後にあるの？この後にあります。結果そのペリー追い返したんですけど、翌年普通に来ちゃって、でなんかよく分かんないまま条約を結ばされるんですよ、でこれが日米和親条約とか日米修好通商条約、これ2つあるんですけど、これを結ばされて複数の港を開港開きますと、でこれはオランダとかロシアとかイングランドとかフランスとか、その他列強とも同じように、自由貿易を認めさせられてしまう、これが不平等条約だったわけですけれども、前回話してたような治外法権ですよね、アメリカのその治外法権を認める、つまり、アメリカ人が日本に来て犯罪を起こしたとしても日本の法律で裁くことができない、だったりとか、日本の関税自主権がない、日本が関税を決められないっていうのがあったので、すごく不利なんですよね、で日本からもそのお金が流出しすぎちゃったりとかってするんですよね、というわけで不平等条約を結ばされたわけなんですけれども、これってその主権国家として認めてもらってないんですよ、そうだよね、下に見られてるというか、そう下に見られてる、使われちゃってる感じ。そう、ウェストファリア体制の中で主権国家として認められるためには、あなたたちの国っていうのはすごくまだ文明も発達していないし、法整備も全然なってないし、統治もまともにできていないと、そんな国に関税自主権を与えるわけにもいかないよねっていうのが彼らの論理ですよね。そうですね。という形ですごく不利な体制に立たされてしまいますと、でですよ、もういろんな意見が分かれてきますよね、その尊王か裁くか、つまり天皇側につくか、徳川将軍家の側につくか、もしくはそれを公武合体って言って貴族と武士両方が手を取り合ってどうにかしていこうっていう派閥もあるし、それとはまた別の軸で開国するべきか上位すべきかっていうのでも割れていきます、でこの上位っていうのがさっきの開始層の「い」っていう字ですよね、恵比寿っていう字が上位の「い」なわけですけれども、その「い」を払うって書いて恵比寿を払うって書いて上位って読むわけですよね、
これってだから西洋からやってくる人たちを野蛮人だっていう風に日本人は捉えているわけですよね、お互い野蛮人だと思ってるんですよ、っていうのがまあ前提あります。とにかくめちゃくちゃ意見が割れるんですよね、でここでその幕府がこの後倒れていくわけなんですけれども、その中ですごくキープレイヤーとして出てくる藩が長州藩と薩摩藩ですよね。これは有名ですね。有名ですよね。長州藩は今の山口県、薩摩藩は今の鹿児島県のあたりを治めていた藩、で彼らが明治新政府の中でこれから力を握っていくわけなんですけれども、彼らはその共に上位が難しいっていうことを身をもって知らされるわけですよ、というのはまず薩摩とイギリスの間に薩英戦争というのが起きます、でこれは生麦事件って事件が発端になるんですけど、そのイギリス人が薩摩藩の大名行列の前をこう通りかかるんですよ、でそれをブレーダーって言って、薩摩藩士が切っちゃうんですよね、でそれが発端になって、イングランド vs 薩摩藩の戦いが起こります、当然薩摩藩はボロ負けします、でもう一個その長州藩側は下関戦争っていうのが起きるんですけど、でこれはアメリカ、フランス、オランダ、イングランド vs 長州藩、やばいですね。そうとんでもない勝てるわけがない戦いなんですけれども、でこれは外国人追い払えっていう風に、長州藩の過激な人たちが外国の商船に砲撃するんですよ、でそれが原因になって報復として攻めてくる、ボコボコにやられますと、今の感覚で言うといやそんなん負けるに決まってんじゃんってわかるんですけど、やっぱ現状の把握が難しいわけですよね、彼ら勝てると思えるじゃないですか別に、なんですけどやっぱ実際にやり合うと、到底勝てないよねみたいなことを彼らは身をもって知るんですね、気づくんですよね、なのでその逆に彼らをその受け入れて利用する形で国を強くしていって反撃するのはその後だっていう、そういった共通認識が生まれてくるわけですよね。でそのいろいろあって、この薩長薩摩藩と長州藩って仲が悪かったんですけど、同盟を結びます、でここに尽力したのが坂本龍馬ですよね、みたいな話があって、で一緒にこう幕府を倒して天皇中心のその政府っていうのを新しく作っていこうっていうのが薩長同盟っていうのが成立して、そういった流れになっていきます、なんですけれどもこの時最後の将軍徳川慶喜ですよね、彼が大政奉還ということをします、これどういうことかっていうと、天皇から預かっていたその政治権力ですよね、江戸幕府の政治権力っていうのを天皇に返しますよっていうことを将軍自ら言い出します、これはいろんな背景があるんですけれども、結果その武力衝突を避ける形になるわけですよね、その薩長は幕府ぶっ潰せって言ってたんだけど、向こうからなんか普通に返すんでって言われちゃったみたいな、空振りになっちゃうみたいな、これはその幕府側にそもそももう支配体制を維持する力がなかったっていうのもあるし、先にこっちから下手に出ていればその新政府の中でも徳川家っていうのが一定の権力を保つことができるんじゃないかみたいな打算的な思惑もあったりして、大政奉還が起きますと、けど倒幕側はそんなことを受け入れられないわけですよね、新政府に徳川家が残るなんて不満なんですよね、なんでその徳川の勢力をもう完全にその新政府の会議から締め出して、天皇中心の政府を作りますっていう宣言をしちゃうんですよ。これが王政復古の大号令っていうやつなんですけれども、でこれに対してもちろん徳川サイドはさらに反発します、で内戦になるっていうのが戊辰戦争で、この戊辰戦争っていうのは京都のその鳥羽伏見の戦いに始まって、最後どんどん北上していって函館戦争で終わるんですけれども、でこの戦争っていうのもこれ京都から函館に北上していくにあたって江戸を通るんですよね、なんですけどここで戦争は起きずに、江戸城っていうのは無血開城します。有名な西郷隆盛と勝海舟が会談してみたいな話があったりするんですけれども、結果その江戸の町が被害に遭うことはなかったんですよね、っていうこの徳川慶喜はその徹底抗戦をするんじゃなくて、すごく標準の意を示すっていうのがあったりして、実際に江戸幕府に恩がある武士とか藩っていうのはもう将軍のために最後まで戦いますみたいな勢力っていうのはいたんですけど、新選組とかね、そういたんですけど、徐々に新政府側に諸大名というのは味方していく、でも確かに内戦になったんだけども、もう国内が2つに分かれて、もうどっちかがもう滅びるまで殺し合うみたいなことにならなかったんですよね。そうですよね、だしここに対して海外のその列強っていうのは介入してこようとするわけですよ、
例えばじゃあ新政府側に武器を売りつけてさ、新政府側が勝ったら、その新政府側に対してこう影響力を強く持てるわけですよね、海外勢力は、みたいな思惑もあったんですけど、そこもこう海外勢力をこう取り入れすぎずに内戦がどうにか収まるっていう、でその幕府勢力っていうのは結果敗北して明治維新につながっていくっていうのがこの幕末のダーッとした流れがまずありましたと、刀の時代が終わったんですね。ここで終わりましたね、で次に明治維新がやってきます、はい、というわけでなんとか幕末の動乱は収まったわけなんですけれども、ここまでそのペリーが来てから15年しか経ってないんですよ、とんでもない勢いで変革が進んだっていうことになるんですよね、さっきも言いましたけど、外敵を前にすごく日本って意見が割れたわけですよ、国内で、でよく言うのがその共通の敵がいるとまとまるよねみたいな、あると思うんですけど、現実そう簡単にはいかないよねっていうのがあると思ってて、その緊急事態だからこそそれぞれが信じる正義みたいなものがあって、それがぶつかり合うっていうのがあるわけですよね、でも最悪の形にならなかったっていうのがその日本のケースだと思っていて、被害者は確かにめっちゃ出てるんですけど、その大規模な内戦っていうのは避けられたわけですよね、でこれなんかもしじゃあ将軍が慶喜じゃなかったりしたら、俺たちは最後まで徹底抗戦するんだっていう風に将軍が言ってしまえば、もっと多分内戦の規模って大きくなったかもしれないんですよね。そうだよね。その いろんな思惑があったとは思うんですけど、これ僕のすごい個人的な目線ですけど、自分の利益のためだけに走ったみたいな人がなんかすごい少なかったんじゃないかなっていうのは感じていて、意見は割れたんだけどみんながみんな日本のためを思ってどうあるべきかみたいなところで争ってたっていうのが、全然そうじゃない人もいたと思うんだけどね、とかその徳川家もじゃあ明治新政府の中で権力を維持したいからみたいないろんな思惑あったと思うんだけども、それ以上にその外から迫る脅威の方がやばすぎてね、次の戦いがどうなるみたいなのがね、そう、そのやばさみたいなのはあったんじゃないかなっていうのは思ってますね、でこの余談なんですけど、その明治維新っていうのは、武士っていうその特権階級ですよね、言うたら特権階級が自ら起こした革命っていう風に見れるわけですよ。なるほどね。江戸幕府に対してその武家政権で、武家政権って言い方が正しいか分かんないけど、長州とか薩摩とかその武士が治めているその藩ですよね、藩っていうこの共同体が立ち上がって倒すっていう、こうやってだからフランス革命とかって、じゃあ民衆が起こした革命なわけですよ、っていう意味でもこの明治維新ってすごい世界史的に見て珍しい革命なんですよね、っていうのもいかにこの特殊な状況だったかっていうのが分かるかなって思います、でなんでこの国がもう崩壊しちゃうような内戦をなんで避けれたのかっていう話なんですけど、繰り返しになりますけど、もともとこの幕府の支配体制が揺らいでいたよねっていうのがあると思うのと、そのちゃんと各藩が力を持ってたっていう、幕府を打倒するためのっていうのはあると思ってます、でまたオランダとかからその欧米諸国に対する情報を聞いていたので、そもそも危機感はある程度持っていたよねっていうのがありますと、でこれが前回の話とつながるんですけど、やっぱその作法体制から若干距離を取っていたっていうのはすごく大きなファクトとしてあると思うんですよね、そうだね、ファクトじゃないな、要因、ファクターですね、としてあると思うんですよね、このアジアの秩序の中に入りきっていないからこそ、ちょっとこう冷静に一歩引いた目でその世界情勢っていうのが見れたっていうのはすごく大きいんじゃないかなっていうふうに思いますと、なんでその今のままじゃダメだみたいな感覚と、別に俺ら作法体制の中でもちゃんと入ってるわけじゃないから、新しいその世界観の中でもうまくやっていけそうだみたいなのは多分あったと思うんですよね、だしその何より日本がもしこの作法体制の中でめちゃくちゃ強い権力を持っていたとしたら、そこに甘んじちゃうと思うんですよ、それこそ自分のこの権力を維持するために状況判断をミスるみたいなことって全然起きうると思うしね、みたいな中で日本だけどうにかギリギリその近代国家を作っていくためのスタートラインみたいなものに立てるんですよね、他の国はこううまくいかないんですけど、っていうのもあって、アジアの他の国のことをすごいバカだっていう風に日本は思いがちだと思うんですよね、
ああまあね、そうね。自分たちだけがさ、うんこうやって近代化できているわけじゃん。うんその僕たちはいろいろ歴史を200年後とか150年後に学んでるからいろいろ言えるんですけど、うん当時の人とかなおさらですよね。うん自分たちだけがアジアで西洋からの支配うんうんから独立して国家運営ができてるみたいなこうプライドとかさ誇りみたいなのもあると思うんですよ。でここから日本はどんどんそのウェストファリア体制の中で帝国主義的な動きをしていくっていうはい風になっていくんですけれども、それと真っ向の意見というかもう全然違う考え方をしているのが柳の立場ですよね。あそうなんだ。そうこれ実は柳宗悦のシリーズなんでうんその柳さんの話がちょいちょい挟まないと忘れてっちゃうんですけど、そう何よりここまでですでにもう余裕ないですよね日本。うんギリギリですよね。うんだしこれからも全然余裕がない超緊迫した状態だっていうことをやっぱね教科書読んでるだけだとあんま分かんないと思うんですよ。受験の日本史とかやっててもうんなんかそのやばさみたいなのが伝わればいいなっていう感じですね。いやもう無理だよね。だって無理もどうすんのみたいな。う、中で戦ってボロボロな状態で外から来てね、そうそうそうもういろんな国がいる状態でもうイエスマンになるしかないよね。その中でどうにかしたのが、日本だったわけですけれども、うんで明治維新っていうのが起こりますよね。はいこの江戸時代の幕藩体制って言われる封建的なねうん国家の形から近代国家ウェストファリア体制の中の主権国家の地位に、主権国家の地位というか主権国家として認められるためのうん体制に移行していくこの下準備がこう政治とか経済とか、そういった面でもできていくっていうのがこの時期になります。うんで実際にどういうことが起きたのかって話なんですけれども、一個はその藩籍奉還っていうやつですね。うんこれはもともとこの藩の土地みたいなものがあったわけですよ。うんそれぞれの長州藩は山口県のところを治めてたし、薩摩藩は鹿児島県を治めてたわけなんですけれども、これをその中央政府に返しましょうっていううん天皇の土地なのでもともとみたいな、はい天皇に明治新政府にうんこの土地の権利を返しましょうはいみたいなものが藩籍奉還うんで、廃藩置県ですね。うん藩という制度を廃止してうん県を置きましょうんう。でこれで行政の仕組みが変わっていきます。はいでこれがその日本という国の中でちゃんと主権が維持されているかどうかってすごい大事なわけですよね、うんそのウェストファリア体制の中では。うんなのでこの天皇っていうのを中心に新政府がちゃんと日本全国に対してこう支配できてますよっていうこの体制うんを作るためにすごく大事なこれは施策としてあったかなっていうのがありますね。うんでこの時に琉球王国が沖縄県になりうん蝦夷地が北海道になるっていうう。んで都は京都から東京に移りますよねとか、そうなんだ。この時代にうん電話とか郵便とかうん鉄道とか、そういった都市のインフラですよね。これはもうだからヨーロッパというか海外からの影響。うん、うん輸入してもうだから産業革命うんが起きるみたいなことですよね。なるほど。で電信線が引かれてみたいな、うんで郵便の制度もちゃんとできて、うんはがきとか切手ができたりとか、で鉄道がどんどん開通してうんみたいなことですね。うんであと教育制度とか徴兵の仕組み、軍隊ですよね。ああいいですね。こういったものができていく。うんなんかそれまでの日本ってじゃあ幕府が持っている軍隊、それぞれの藩が持っている軍隊うんみたいな感じで全然統一されてないわけですよ。うん日本という国の持っている国に属している軍隊みたいなものはなかった。うんこうやって西洋式な軍隊じゃないのでうんダメですよね、改革が必要ですよねっていううん流れで、基本真似事なんですけど西洋の、うんどんどん改革が進んでいきますとっていう流れですね。で海外からもいろいろ学んでいこうとしてうん本当明治新政府ができたばっかなんですけど、うん岩倉使節団っていうのがああはい送られますね、うんヨーロッパに。でこれ岩倉具視っていう人うんを代表として、あとは木戸孝允とか、大久保利通とか、伊藤博文とか明治のスターたちですよね、はいが、ついていきますと。うんでその海外を見てきた組は内政を頑張ろう、その国の中のことをもっと頑張ろうっていう風に主張するし、逆にこの岩倉使節団についていかなかった西郷隆盛とか板垣退助とか、うんそういった者たちは外に出ていこうっていう、台湾とか朝鮮にもう干渉していった方がいいんじゃないかみたいな感じで、ここでもまた意見が割れたりする。うんでこれが西南戦争とかにつながっていくわけですけれども、うんこんな感じで明治新政府がなんとか立ち上がったんですけど、その中でももちろんひたすら揉めるんですよね。うんでも対外政策に対しても内政に対しても割れていくと、っていうもうずっとこのどうにかしないとでも割れちゃう、うん意見割れちゃうみたいな、もうずっと忙しいみたいなうんのがこの日本の明治時代としてありますと。はい
でちょっと何度も強調するんですけれども、日本は何がしたいかというと、このウェストファリア的な世界観の中でこの世界観を私たちも受け入れて列強に主権国家の一員として認めてもらうことが何よりもの目標なんですよね。でそれができると不平等条約も解消されるし、一人前の国として認めてもらえるので、外部からのその干渉みたいなものもなくなっていくんじゃないかっていうのが日本の見立てですよね。そうじゃないと清とかもうすでにこの時には他の国とかいろいろ植民地支配受けてるわけですけれども、僕たちも同じようになっちゃうんじゃないかという危機感がずっとある、っていうことですね。でこれはその、どんどん列強と同じような動きをしていこうという流れになるわけですよね。なのでこう他国の伝統とか文化とかそういったものを基本ないがしろにして植民地支配していくわけですけれども、そういった同じようなムーブを日本もしていくっていうことになりますね。その対象としてじゃあ琉球とか台湾とか、その他いろんな朝鮮とかがそういう帝国主義の日本の、言葉が難しいですね、被害を受けるでいいのかなその対象になっていくわけですよね、帝国主義の、でそういった中でじゃあ柳はどう考えるのかみたいな、このなんか柳のことだけをやってるともうすごい正しいことを言ってるので、そうだねって言えちゃうんですけど、朝鮮の文化守った方がいいよねみたいな、今の価値観で言うとね、その裏側ではこんだけ緊迫した国際情勢が、とんでもない数の変数、いろんなこう可能性とか、危機感がもうとっても強くてやばいやばいやばいみたいなところでずっと動き続けてたっていう、ここも合わせて理解しないと、ちょっと片手落ち感があるかなっていうのがありますよね。でこの流れの中で日本っていうのはその朝鮮をめぐって清と戦争を起こす日清戦争をこの後経験していくわけですけれども、次回そういう話をしていければいいかなと思っております。今日はそんな感じですかね。ここからいよいよ戦争の時代になってくるんですね、海外との。日本も列強ムーブをしていきます。頑張っていきましょう。やばいな。やばいですよ。じゃあ次回またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。